人たちの姿を伝え続けてきた地球便。あの人たちは今どんな道を歩んでいるのでしょうか。グッド地球便スペシャル。海の向こうの大切な人は今。今から2年前、ニューヨークにある世界最高峰の美術大学でファッションデザイナーを目指す日本人がいました。日本の専門学校を首席で卒業し、この学校にやってきた彼。その授業内容は、クラスみんなで刑務所に通ってて、そこからインスピレーションをもらってメンズのコレクションを作るっていう。一流デザイナーを育てるための授業も規格外ならば、その学費も規格外。実家高知で暮らす両親は、学費だけでね、600万っていうか1000ね、それプラス生活費みたいな、まだね2000万とか、なんとしてでも行くって。大丈夫、もう僕はお金もなくてホームレスになっても人生を楽しく生きる自信があるんで大丈夫です。自分らしさを貫き、まっしぐらに夢に向かって進む息子に届けられた両親の思い。そしてあれから2年後の今、彼を取り巻く環境は大きく変わろうとしていました。どうも、どうもありがとうございます。ようこそどうもお願いします。お願いいたします。お願いします。息子さんの翔さんが、これニューヨークでファッションの学校に行かれてるってことですか。そうですね。はい。ニューヨーク行きに関してはお父さんお母さんはどういうふうに。そうですね。海外でやりたいのは賛成はしてたんですが、はい、ちょっと学費の面で結構大変な部分があってですね。金額言ったらあれかもしれない、1年間で学費だけで600万ぐらいかかるとか言うんで、ちょっとそれ聞いた時には普通の会社員なんでね、ちょっとそこですぐ頑張れ行けとはちょっと要賛成しない部分もあったんですけど、反対しても自分で何とかしてでも行くって言って、すごい強い決意と覚悟があったようなので、生かしてあげようかみたいな感じで。どういうとこ住んでるかっていうのはそれもあんまり知らないんで、もうどこ住んでるのか、何食べてるのか、どんな人間とつるんでるのかも全て見てみたい。わかりました。じゃあ行ってみましょう。はい。ニューヨーク翔さん、グッド。ニューヨークでファッションデザイナーを目指し奮闘する翔さんへ、両親の思いを届ける旅は距離にしておよそ1万1000キロ、14時間。世界へ向けて最新のトレンドを発信し続けるファッションの聖地ニューヨーク。世界中からアーティストやデザイナーを夢見る若者たちが大勢集まってきます。おしゃれやな、あんな。街の中心部にあるパーソンズ美術大学で翔さんと待ち合わせをしました。うわ、綺麗な。すいません、翔さんですか。すいません、グッド地球です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいでっかいですね。そうですね。文校舎あっちなんですけど。そうなんだ。はい。こっち一応文校舎で、大学はここで。ここが大学院の教室です。教室。はい。すごい。はい。ここスタジオなんで、基本的に僕らはここで作業してます。一応僕のスペースはここです。一応2人で1つのテーブルって感じなので、ここには別のクラスメートがいて。パーソンズはアナスイやマーク・ジェイコブスなどの有名デザイナーを数多く輩出している世界最高峰の美術大学。翔さんは2ヶ月前に入学したばかりです。所属する学科の学生は18人。世界10カ国から集まったデザイナーの卵たちです。デザインに対するコンセプト作りからビジネスモデルまで幅広く学び、卒業後すぐに活躍できるようさまざまなカリキュラムが組まれています。翔さんが現在取り掛かっている作品もかなり独特なもののようで、
今学期の課題なんですけど、クラスみんなで刑務所に通ってて、刑務所？はい、受刑者の方たちとお会いして、でなんかいろいろこう話を聞いて、でそこからインスピレーションをもらってメンズのコレクションを作るっていう。デザインとは関係のない事柄からイメージを感じ取り、そこからファッションのコンセプトを生み出す、デザイナーとしての感性を磨く授業だそうです。2人の方いるんですけど、1人がバスケットが好きで、ユニフォームっていうキーワードをその彼からもらって、でもう1人の方はなんかピカソが好きで。受刑者の心の中にある大切なものをコンセプトに、翔さんはパーソンズならではの独特な作り方にチャレンジしているといいます。これまではまずデザイン画を描いて制作するのが当たり前だった翔さん。しかしパーソンズではあえてデザイン画を描かず、サンプルを作り続けて形にしていくやり方を教えています。翔さんは今回60以上のサンプルを作ったといいます。何してるのみたいな、ふざけてるみたいな感じなんですけど、そういうプロセスを踏みながら今形にしてるんですね。でも、普通の人にはパッと分かんないですね。絶対分かんないと思いますでしかも僕留学来るまで分かんなかったです。4年間ファッションして勉強したけど日本で、今留学して自分で体験して学んでみてしっくりきたぐらいです完成は2ヶ月後、パーソンズでの新たな試みが翔さんには心地よい刺激になっているようです。高校卒業後、東京モード学園に入学し、デザインの面白さにどっぷりハマったという翔さん。朝から晩まで作品作りに没頭し、学内外のコンテストで数多くの賞を総なめ、その実績から1年に1人しか選ばれない奨学金留学の権利を獲得。首席で卒業しました。すごいな。かねてから憧れていた世界最高峰の美術大学パーソンズに入学するため、ニューヨークの予備校に1年間通い、その後パリのデザイン学校へも奨学金を受けながら1年間留学。満を持してパーソンズへの入学が叶ったのです。パーソンズの学費ってどのくらいなんですか？学費はもう恐ろしいですよね多分年間500万とかじゃないですかね。学費のみで。学費は友達フェローシップっていうユニクロさんが支援してくれてる奨学金があっていただくことになったので。2年間の修行期間で英語とデザインを学びながら作品を作り続けた翔さん。その実績が評価され、見事入学資格と1年に1人だけ提供される特別な奨学金を取得しました。両親に負担をかけず、高額な学費を免除されることになったのです。He's very interested. He has a lovely personality. He's very friendly, very happy. He's great. He's very engaged. 作品作りに没頭する毎日。家路に着く頃には日付が変わってしまうことが多いそうです。Hey, what's up, man? How are you? ルームシェアしてやると。居候ってやつですねくーちゃん家にちょくちょく帰ってこさせてもらってるんですよどういうこと？帰宅したのは予備校時代のクラスメイト、韓国人のクーさんの家。翔さんは自分の住まいが別にありながらも、週の半分は友人の家を泊まり歩いているといいますずっと15から家出てからなんか転々と生活してるんですよ。なんか友達の家をこうコロコロとしてっていうか、なんか別に家帰ったらいいんだけど、なんかその夜なんか一緒になんかお酒飲みたいなとか思って、人生のこの2大柱です。ファッションとビールとThat's really true. He only have 3 things in his life: fashion, friends, and beer. Yeah, that's true. お父さんと結構飲むんですか？帰ったら飲みます。絶対飲みますね。何やってるのかを話して、
でこんなことを思ってるみたいなことをまあ一応伝えて、それをまあ自分の父親がずっとうんうんって聞いてる感じですかね。親子揃ってお酒好きの翔さんとお父さん。口数少ないお父さんはいつも聞き役に回るそうです。しかし翔さんがアメリカに行くと言い出してからはたびたび口論になったといいます。僕は留学行きたいっていう話をして、その時はちょっとなんかお願いしますみたいな感じなんですよ。僕はお願いしますみたいな感じでふざけて言うんですけど、でなんかそれはもう本当に無理ですみたいに言われて経済的そう無理ですって言われて、じゃあ将来どうしたいのとか言われて、僕は結構極論人間なので、大丈夫、もう僕はお金もなくてホームレスになっても人生を楽しく生きる自信があるんで大丈夫です、もうそれ以上は心配しなくて結構ですとかって言って逆に悲しませるっていう。失敗を一切恐れないという翔さんと現実と向き合う両親。渡米する時はお互いに一言も口を聞かず日本を飛び出したといいます。この日翔さんは学校内にある別の教室へ。一応ここメイキングセンターです。 3D プリンターの。 3D プリンター何ですか？僕はその 3D プリンターをもうちょっとなんかファッションのツールとして取り入れたいんで今ちょっと研究中です。コンピューターでデザインしたデータを 3D プリンターで出力すると思い通りの立体物を作り出すことができるのです。生地以外のものを触るのが結構僕好きで、分からないです、僕が作ってるのはもしかしたら服じゃないのかもしれないですけど人に着せるっていう目的があったら OK です、僕的には。はい。パーソンズに入学してファッションに対し服にとどまらないさまざまな可能性を感じるようになったという翔さん。翔さん的には将来その自分のブランドとかそういうのを作ってみたいとか作りたいなみたいな気持ちはもちろん出だしはあったんですけど、今は作るぞっていう将来設計は今のところ立ててないです。卒業後何らかの形でファッションに関わる仕事をやっていたい。しかし今ははっきりとした人生のゴールを決めずファッションに関わる全てを貪欲に学びたいという翔さん。この日学校以外にも活動の場と人脈を広げようと翔さんは自分の作品を持ってある場所を訪れました。インスタグラムで知り合い意気投合した人とのコラボレーションをするというのです。この日インスタグラムで知り合ったフォトグラファーとのコラボレーションに挑戦するという翔さん。そうですそうです。彼ファッションフォトやってるんですけど、なんかそういう彼のまあなんかスタイルと僕の服を持ってって一回なんかビジュアルを作っておいて、じゃあこのビジュアルだったらこのマガジンに持っていこうとか、なんかそういう道があって。発注を受けてから撮影するのではなくあらかじめ撮影した写真を雑誌に売り込むという手法。将来を見据えた活動のためモデルも含めノーギャラで参加しています。マガジンだったりとかそういうのに、自分たちの名前がクレジットとして残るのはアーティストビザ申請のためになんかその基本的にクレジットが必要で、将来的にこっちに残るってなったら確実にそういったビザの手続きが必要になってくるので、卒業後のことを見据えて積極的にやってる最中ではあります。はい。とここで翔さんが取り出したのはあの 3D プリンターで作った立体物。耳を飾るアクセサリーとして使うようです。うわすごいな。自分が作った服をモデルさんが着てくれて動いてる瞬間が一番こう好きなんですよ。なんかすごいなんか一つ終わったなみたいなその達成感あるんですよ。はあ、なんかもうバーって見てたら今一瞬翔さんが学生っていうことを忘れてました僕。
高知にいる時は、はい、もうその夜友達だと楽しくやるとこしか見てなかったんで、はい、ああいうふうに昼間こう一生懸命こうさいろいろ作ってるのを、はい、こういう姿もあるんだなと。熱心に何か打ち込んでる姿っていうのをそうですね、初めて見たんですね。はい、かなりその奨学金っていうその制度は相当ありがたかったじゃないですか。それは本人がそうなんか探してそれを応募してくれてて、それで通ったんで、今はもうありがたい気持ちなんですけどね。で住民相談が結局かからずにの本に行ってくれてるんで、ビール飲んでもらっても OK なんで。この日久しぶりに自分の家に帰宅した翔さん。ここです。僕の部屋です。部屋はルームシェア。翔さんのスペースはこのわずか 2.5 畳のワンルームのみです。夕食はキャベツ1玉とビールだけ。ほんまに丸ごとなんですそうです。ファッションの勉強にお金をかけるために食費はできる限り切り詰めています。15歳で家を出て以来、ひたすら自分の信じる道を歩み続けてきた翔さん。日本の両親から届け物です。日本のご両親からですね、はい、お届け物がかかってました。日本のご両親からですね、はい、お届け物がかかってました。開けていいですか。ほら来た。やったやっぱな、絶対そうなんですよ。これちょっとシンプルにすごい嬉しいんですけど、僕誰かに贈り物もらう時って、ほとんどお酒なんですよ。そうな届け物は栗焼酎。四万十で作られたふるさと高知の地酒です。僕は基本ビールしか飲まないんですけど、なんかそういう誰かと飲む時のなんか特別感を出す時のお気に入りのお酒って感じですかね。添えられていたのは父から息子への初めてのメッセージ。普段一緒に飲んでも父親としての思いをはっきり伝えることがなかったというお父さん。経済的な理由で一度は留学を諦めさせようとしてしまった時の葛藤や、奨学金を勝ち取って前へ進もうとする翔さんへの驚きと敬意の念が隅から隅まで使って書き綴られていました。そして最後に翔がまたさらに成長して高知に帰ってきて、パーソンズで学んだことを話しながら一緒においしい酒が飲める日を楽しみにしています。父より。ありがとうございます。思い出しました。ニューヨーク行く時に一切口聞かずにニューヨーク出たんですけど、なんだっけな、なんかメール一通来てたんですよ。なんかずっと頑張り続けてきて、なんかお疲れ様です、とても立派でしたみたいな、なんかおめでとう、これからも頑張って、で最後はやっぱり美味しいお酒を飲める日を楽しみにしてますって、この決まり文句は一緒なんですけど、飛行機でボロ泣きしてたどり着いたのを思い出しました。ありがとうございます。そうですね、感謝です。いただきます。美味しいですね。父親を感じました。自分の父の姿、この音が父親っぽいです。この感じちょっと実家を感じました。あれから2年、翔さんの姿はニューヨークの中心地にあるビルの中に。次のスタートとしてバーって行って。
まりたいところでたまるで止める。はいはい、こんにちは。ここで何されてるんですか？偉そうにも教えてます。先生をしてるんですか？そうですそうです。ここの P アートセンターで、このアドバンス画をメインに、あとソーイングクラスとか DIY だったりレザークラフトとか、6個ぐらいクラスを持ってて、ここ PI アートセンターはアメリカやヨーロッパのファッション学校に入るための予備校。パーソンズ美術大学を卒業後、翔さんはここでかつての自分と同じように世界でファッションを学びたいという若者のために指導を行っています。時には怖いんですけど、でもやっぱり褒めてくれるときはガッてこう褒めてくれるんで、はい、いい先生です。アドバイスというよりもこう一緒に作ろうぜみたいな、多分ここじゃなかったら日本に帰ってたんじゃないかぐらいで楽しくて毎日学校来てます。ちょっとまたスッて惑ったじゃん。ようやく学生終わったんで、8年間ずっとさなぎみたいな感じでこもってたんで、ニューヨークでやりたいことリストは本当にいろいろめちゃめちゃあって、しばらくはちょっとそれをここベースでやっていきたいなっていう感じです。ここがゴールではなくて、ここは次のステップに向けて、自分自体も成長してるっていうさせてもらってる状況で。翔さんはパーソンズ美術大学の卒業制作として行われた学校主催のファッションショーでトリを担当するなど、学年トップクラスの成績で卒業しました。また自身のファッションについての考えをまとめた本を出版。さらにはこれまでの集大成としてニューヨークで大きなイベントに挑んだのです。世界最高峰の美術大学をトップクラスの成績で卒業した翔さん。去年12月、これまでの集大成としてファッション写真展をニューヨークで開催し、大盛況を博しました。プラスチックラップと本当の生きた花だけで、体の周りに何かがあるっていうことがファッションの始まりであるとか、そういう論文の研究の一環でやり始めたんですけど、プラスチックが環境を壊してるっていう、そこになんかずっと疑問があって、プラスチックは恐竜の時代のその命たちがオイルになって、それを人がテクノロジーを使って素材に変えたっていう、結局プラスチック自体もピュアな自然の一部で、僕たち生きてる人間はその時代を象徴する顔であって、僕にとってのファッションってなんだろうとか、なんかそういうものが形にできる最初の場かなっていうのがあって、これを将来的には成長させたいっていう。念願だったアーティストビザも間もなく取れる見込みだといいます。一歩ずつ思いを形にしてきた翔さんがこれから目指すものは。何やりたいかと言われたらいろいろあるんですけど、死ぬまでになんか違う国で貧しいって言われてる国とかでファッションとかの学校を建てたいなとかっていう夢はなんかあります。なんか奨学金って僕なんかそれの延長線な気がして、学びたい学生を応援してくれた社会があったから僕がいるんで、それにどういうふうに助け舟が出せるかというか、自分自身も奨学金出せるぐらいの人間になれるといいなとかっていうのも思ってます。まだまだじゃあやることいっぱいありますね。そうですね。暇なしでね、はしゃぎたいなって感じです。はい。次回も地球便スペシャル。理想の子育てを求め夫の故郷ブラジルへ移住するも離婚。見知らぬ国でシングルマザーとして2人の息子の子育てに奮闘していた一人の日本人女性。その8年後をお伝えします。それぞれの夢がある。だから目の前の道を行く。